新じゃがが出てて美味しそうだったので買ってきました。夜になったら味が染みて美味しいと思います。新じゃがはたわしで洗って皮ごといきます。神経質な人はこれね、皮が汚いとか食べるのはちょっとみたいな人いるかもしれませんが、うちは皮ごといっちゃいます。皮がね、栄養があるって、野菜の皮に栄養があるって聞いたのでそのままいきます。これ全部一回今たわしでゴシゴシやってだいぶ泥汚れは落ちました。茶色く見えてますが、もうこれ以上落ちないのでこれでいきます。玉ねぎもこれなおさんがクライアントさんからいただいためちゃくちゃ大きい玉ねぎが美味しそうです。これでいきます。玉ねぎいっぱい入ってるととろっとして美味しいよね。すごい土の匂いがする。どうやら取り立てのをくださったようです。いつもね、野菜をくださる方なんです。ありがとうございます。人参買ったよね、なおさん。冷蔵庫入れちゃったもん。あ、昨日か。昨日と今日が一緒になってる私。ね。大きいから。これぐらいでざく切りが美味しい。じゃがいもは半分にこうか。半分ぐらいにこうか。この子も3分の1でいきます。そして人参も皮ごと1本いきます。これですごい量になりました。ほんのちょっとだけお水入れて一回蒸し煮にして火を通します。あ、そうだね。みりんは最後に入れます。しばらくしたら一回ひっくり返します。玉ねぎからも水分がいっぱい出るのであんまり水は入れません。こんにちは、ローズタイコです。東京のマンションで娘と旦那さんのなおさんと3人で暮らしています。普段は私もなおさんも仕事をしていますが、ご飯の風景だったり普通の暮らし YouTube で記録で残していこうと思います。現在私は53歳です。なおさんは58歳です。5歳違う50代の夫婦です。今年の3月で一番下の娘が専門学校を卒業しまして社会人になりました。これでようやく3人子供がいるんですけども、3人の完全な子育てが終わりました。で50代は体の変化とか皆さんあると思うんですけども、もうなおさんと日々具合が悪くなっている場合ではないということで、これからの人生が楽しみでいっぱいだと思うんですよ。子育てを終えて肩の荷が下りて本当に自分たちのための時間とか暮らし、それに注力していきたいなと、楽しんでいきたいなと、人生をこれからね楽しんでいきたいなと思っています。ちょっとお料理しながらね、この辺りで一回かきましょう。もうちょっとお砂糖あって甘い方が美味しい。私もなおさんも50代なんでね、もちろん体いろいろあります病院通いもしてます。私は30代の時に甲状腺を完全に壊してしまって甲状腺を全摘してるんですね。なので定期的に甲状腺のお薬をもらいに行っています。はい、でここちょっと見えるか分かりませんが、ここにね手術の傷があって甲状腺を全摘出したんですけども、
外科の先生がすごく腕がいい、腕がいい腕がいいね祭り縫いにしといたからねって言われて表から傷がわからないようにギリギリ内側でね縫ってくださったんですよ。で最初はもちろん赤かったんですけどしばらくしたらシワと分かんなくなるよって、シワみたいになってシワかなみたいな感じで分かんなくなるよって言われて、本当に今言わなきゃ分からないぐらいの傷になってます。はい。いただきます。お豆腐が美味しそう。あと白菜を全部使います。これで。ちょっと味噌濃かったね。これまだあんの。味染みてないけど。もう量はいっぱいある。じゃがいも全部やっちゃったの。全部やっちゃった。大きい玉ねぎ1個と人参。玉ねぎも全部やったの。玉ねぎこの間いただいてきたやつ。ランチはね、割とこんな質素な感じです。だからだもん、黙ってた。出会ったのは私が17歳ぐらいだよね。私が17歳ぐらいで、なおさんが22歳ぐらいで、若かったね。若かったです。若かったねってみんな若い時や。みんな若い時や。だから出会ってから考えるともう36年ぐらい一緒にいるのかな。ね。飽きないでね。ね。だけどそんなに経った感じないよね。あっという間に。そうね。気づいたら50代だったみたいな感じ。35年も一緒にいればいろいろあるよね、それはね。お互い入院したり病気したり倒れたりみたいなのもあったしね、子供が入院したりみたいなのもあったしね。そうだね。子供は3人います。もう一番上のお兄ちゃんは32歳になるのかな今年31、2ぐらいだよね。で2番目が29とかそれぐらいですね。で一番下が今年専門学校出て23になる、22歳今ね。今度23だね。今度23歳。で孫が4人います。お兄ちゃんに3人いて、真ん中の息子に1人います。なんか長尺取ってる間にそのうちなんか登場するかもね。子供は面白いですね。面白いね。面白い。孫は面白いね。孫は面白い。責任ないしね。本当純粋に遊べるよね。なんか子供たちを育ててた時はなんかあんなにキリキリカリカリしなくてもよかったじゃんって今思うけどね。だけど当時はさ怒ってたね。ごめんなさい。俺謝ったよちゃんと。お兄ちゃんにごめんなさいって。ごめんねって。あんなに怒ることなかったねみたいな。本当だね。言われたよでも。今更そんなこと言われても仕方ない。やっちまったのはしょうがねえじゃねえかって。割とねうちのお兄ちゃん達観してるんですよ。すごいよねこの見通す目というか。そんな怒んなくてもよかったのかもね。今更だけどね。でも若い時はやっぱり無我夢中だしね。仕事とそう子育てと言うこと聞かそうとしてね。でなんかしつけみたいなのも思ってたしね。なんかその子のためと思ってたしね。仕事するのにさ、昼間一生懸命寝かしてさ、夜寝なくてね、夜寝ないって、そりゃそうだ子供って
そんなに寝ないよな。でも私たちも若かったから仕事終わってからさゲームやったりさ、子供のために買ったポケモンな。ポケモンみんなやっちゃったな。ポケモンをなんかもうラスボスまでムキになってねやってねでも若かったからそんな生活しててもね、仕事してたよね。いやーでも仕事してたのかあれ。今思うとね、いやでもね子育てしながらよくやってたと思うよ。3人ね育てながら。でも両方のじいじばばにお世話になったからね。あと兄弟、見てくれる人がいっぱいいたのでできたよね。本当に感謝しかないです。じゃがいも美味しい。もうちょっと寄せてこうかな。なんか味染みてなくても美味しいね。これ夜は夜で美味しいかも。味染みて。玉ねぎ美味しい。でこの後あれよ。今日は食後にトウモロコシが。本当は食前に食べたかったけど、ちょっともう暑いから今冷ましてます。なんか思い出話は本当いっぱいあるね。36年。もうあればね、いろいろあるよね。思い出話は。なんか仕事に精一杯で子供との時間をもっと楽しめばよかったなって思うね、今思うと。それでも遊んでた方だよね、一緒にね。結構楽しんだと思うんだよ、その場その場。そうか。いやでもほら普段のご飯もさ早く早くってやったから、私はね。そうだね。でもさ夜さお店の中でこう走り回ったりさ。まあ一緒にいる時間はあったよね。そうさっき私甲状腺の話したけど、奈緒さんもね2回ぐらい救急車乗ってんだよね。3回乗ってんの。1回は違う、救急車じゃないね。あなたの運転だった。私が運転して連れてったね。でもあの時ね不思議とね救急車でもなんか全然動じないっていうか慌てない感じはあったよね、私。1回はだって救急車呼んでほしくて、私はね、俺は救急車呼んでほしくて連絡したのがブチって切られたから、知らない私仕事中だったんであの時で、まさにお客さんとこう喋ってる時でそこに電話かかってきたから今無理ですみたいな感じで切って、そしたらそこに居合わせた父のお友達がねたまたま来た人がいてお父さんですかって言ってでその人がね救急車に一緒に乗ってくれたんだよね。付き添いで行ってくれたんですよ。ありがとうございました。家族でもなんでもない、たまたま来た人だよね。でもなんか無理をしてるって自覚がないっていうかね、あれ頑張っちゃったのかな。自覚はあっても休めなかった。そうだね。なかなかね。何もあんなに頑張らなくてもよかったんだな、きっとな。今思うとね。今思うとな。でも当時は必死でさ、ね追い求めてるからいろんなことを若い時ってね。何を追い求めてたんだろうな。何もないよね。今。だから本当目の前の豊かさに気づいてなかったよね。そうだね。本当に子供と一緒にいる時間をもっと大事にすればよかったなって思うよな。今。でも自分たちの現実逃避もあったと思うんだけど、年に2回ぐらいは旅行行ってたじゃん。でも何も覚えてないんだよ、それが。覚えてないの？私は結構覚えてます。キャンプ行ったとか覚えてない？キャンプとか覚えてるけどさ、それ以外のさ、旅行ってあんまり覚えてないんだよね。軽井沢の別荘借りたり。それは覚えてる。でもすごく強烈にさ、こう記憶に残ってるかというとさ、なんか大きなさ、ことがない限りは記憶に残ってない。キャンプに行ったのなんか本当にさ、意地で大雨、土砂降りの雨降ってたけど、意地でキャンプやったじゃん。周りみんな撤収してるのにね。とかさ、そういうのは覚えるよね。
それは覚えてる。記憶に残るよね記憶に残ってるよ。何が一番残ってる記憶になんか37年間の間。記憶に残ってるの、うんお前と初めて軽井沢に、結婚して初めて軽井沢に旅行に旅行った行に行ったじゃん、うんね、であの時にさ、何言いたいか分からない地図になるって言ってこんな道走れるのかって喧嘩しながら地図にこの何ミリで乗ってる線がつながってるから平気とか言ってさ、山の中さ本当草のトンネルだよな、草のトンネルかき分けてさこう車で走ってそうそうそう、でも今でもさそんな感じ、あれで私の本性を知った感じかな。さ本性だと思わなかった。本性だとは思わないけどさ、でもあれからずっとそういう感じじゃん。いやでも普なおさんが段は喧嘩しながらさ、でもなおさんが「大丈夫なのこれ」って「大丈夫」っつって私がガンガン言っちゃうっていうね。そっからあでも今はもうさそんなのさ、ないよね。まあ、しょうがないまた始まったって思うだけだからさ、当時はね結婚したてですからね。そうそう昔ナビがなかった。なるなかったね。ナビがなくて地図見ながらね。本屋さんで地図買ったんだよね。地図見ながら行ったよね。そうでね、初めて軽井沢にね旅行行って、旅行の内容なんか何も覚えてなくて、そういうのも覚えて通れるのこんな道って言って、る。草のトンネルをかき分けてこう、うん車で行った。あれレンタカーだっけ？自分たちの車自分の車だよ、シビックでシビック、当時シビック、懐かしいシビック、ね、車も、車も持ってたね、いろんな車ね、いろんな車乗った。乗ったよね、でも何も残ってないもんね、残って今はないっていうかさ、今東京住んでんから車必要ない。必要ないからね、電車生活も慣れちゃったね。まあさ、人生さ、やったことないことをこう、やっていくというか、ね、本当に次から次に。そう、今の仕事するまで飛行機すらほとんど乗ったことなかったじゃない、1年に一遍飛行機乗るか乗らないか、そうね、ね、毎月飛行機乗って、ね、お仕事で飛び回らせてもらってね。塩辛ね。そう、ちょっとこれこの間買ったピンク地をね使ってみようと思って。もう熱くない？これね、私農家の人に聞いたのかな、調理してすぐにっていうかこう裸にしとくと水分が飛んでこれが塩になっちゃうんだ。だからこう1枚一番下の薄皮っていうの、これを1枚残した状態で調理したり、ラップもいらないし、よいしょ、はい、で甘さも残って、栄養も残って、塩にもならない。水分飛ばない。飛んでない。半分で半分にする？まあいいよ、一本。食べれるでしょ。食べちゃうよ。これなんか塩が飛びそう。こっちでやります。はい。食べましょう。半分でいく。なんか食べやすい。いやー、トウモロコシの時期だ。そのうちスイカとかで。甘い。やっぱ塩が効いたら美味しいね。だから今も、まあ、喧嘩もあるけど、なんだろうね。
なおさんはよく空気みたいな存在ってよく言いますよね。ないといないとダメみたいな。空気もそうだけど、ないと死んじゃうみたいな。でもあっても自然体でいれるっていう、そういう存在、だそうです。でもそうなるまでにはやっぱり時間かかったよね。最初の頃はぶつかったもんね、すごい。お互いのね、まあ、どこのカップルもそうだけど、他人が一緒になるってやっぱ最初はね、微調整っていうかあるよね、やっぱお互いの。だから何も言わずに溜め込んじゃう方がドカンと爆発して壊れちゃう関係性が壊れちゃうっていう人の方が多いかもしれないね。はい、今日の動画はここまでとなります。まあ若い頃のね、今日話からしましたけども、 YouTube では、普段の会話とか日常生活とか、なんかそんな感じでね撮っていけたらなと思います。はい、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ではお願いしますではまた次の動画を楽しみにお待ちください。それではさようなら。ありがとうございます。夕方のおやつタイムですこれは成城石井で買ってきました。ぶどうのジュレとババロアみたいな、めっちゃ美味しいです。なおさんのは何でしょうか。なんかゼリー。なおさんは和風ね、和風の白玉と白玉ときな粉。きな粉とあんこだね。はい。でこの後またちょっと仕事します。ぶどう入ってる。本当本物のぶどうが入ってる。なんか宝探しみたいにゴロゴロ出てくる。入ってるほら。